はい、皆さんこんにちは、琴奈です。今日はですね、自宅駐車場におります。で、見てお分かりの通り、いつもの車載具は全部ありません。と言いますのは、昨日ですね、車検から、1日でしたけれども、上がって戻ってまいりました。で、車載を受ける際は全部下ろしてという話だったので、その通りにして今、納車時の、原状回復状態になっております。で、せっかくこういう状態にしたので、また2年後まではこういう状態にはならないので、荷物を積む前に、屋根の、断熱処理、それから、床のね、断熱もちょっと補強しようかなと。で、それが終わったらいつもの、ソロちゃんに戻そうという計画です。で、なんでこのタイミングで断熱かと言いますと、実はね、ここで車中泊、ガレージでもそうですし、キャンプも車中泊キャンプ、何回かやってますが、車中泊でね、経験されてる方多いと思うんですけど、人が乗ってない車って結露しないですよ。だけど、一晩人間一人この中に乗ってるとね、あの、あったじゃないですか。人は寝てる間にコップ一杯の汗をかきますみたいな、コマーシャルありましたよね。あの状態ですよ。で、その汗というか体から出た水分がこの中充満してて、窓だのこういうね、鉄板とかに触れた時に冷やされて結露になると。だからそうならないように下は断熱材、僕の場合はスタイロフォームを引いてあったんですが、ごく一部だけびしょ濡れ状態になる。もうね、原因はすぐわかるんです。以前、解体新書っていうね、このエプリの作り方の動画の中でお話したと思うんですけど、ちょうどここ、後部の座席を倒してフラットにしてあって、人が足を置く部分、こうくぼんでる部分があるじゃないですか。僕この下ね、芳香剤、消臭剤をボコボコって入れるぐらいで空洞にしていたんですね。そこが原因なんですよ。そこだけがスタイルフォーム入ってなくて、車が冷やされて、要するに冷気の塊がここに存在したんですね。冷凍庫のような状態になっちゃって。で、その上に乗っかっている板がめちゃくちゃ冷えて、そこに、ここで僕が寝ている間にかいた、コップ一杯分の汗というか、体内から出てる水分が全部そこで冷やされて、びしょびしょになると。こういう図式ですね。だから、ここを単純に塞げばいいんですよ。ほんとね、同じ板なのに、触るとね、もう痛いくらい、氷を直接触ってるぐらいの冷たさ。朝起きた時。で、こっちが乾いてるところはもちろん、暖房してないから冷たいのは冷たいんだけど、普通の木のぬくもりというか、柔らかみを感じる感触。この違いものすごいですよ。こりゃあね、空気中の水分が触れりゃ水になるわなって納得しちゃうくらいの温度差でした。なので、そこはね、グラスウールを買ってきて、ふわっとなるぐらいの状態で詰め込みました。で、どうせだったらこっちもね、敷いちゃおうと思って。あとは、このドア、ドアのところもね、よくYouTube 見てると、この内張りを剥がして入れてる方の動画ね、何度も僕見させてもらったんだけど、やっぱり大変ですよね。何回かこういうものを使ってね、ちょっとトライしたんだけど、外すのに非常に大変。なんかコツがいるんだよね、きっと。そこまでしてやるのもなと思って、ドアははっきり言って諦めました。ただ、この横のね、貨物の部分、この2つ、それから後部のリアのドアね、ここには断熱材を、入れることにしました。一応それでね、結露止まりましたよ。相変わらず窓はびしょびしょになりますけど、問題なく過ごせるようになったので、はい。まず今回は屋根の方、屋根っていうかこの天井の断熱。結露ってことだけじゃなくて、これから夏のね、炎天下の中で、直接鉄板一枚だとこの中恐ろしい温度になってますからね。それがまあ、多少なりとも緩和できれば、あとね、もう一つ、その断熱だけじゃなくて、音。キャンプしててね、一番気になったのは、雨が降ると確かにね、普通の乗用車以上に音がすごいですよ。ザーッと音が。すごい大きい音で響くなぁとは思うんだけど、ただね、人間って慣れがあるんで、連続してザーってなってんだったら最初うるさいと思うけれども、ものの数秒で慣れるんですよ、それに。
で、一番困るのは、雨が止んだ後に、キャンプとかしてて寝てるでしょ。で、風が吹きますわね。そうすると、木についた雫、これが風に揺られて落ちてくる。で、夜中寝てる時にね、ボタ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 みたいな大きな音が突然鳴ってかなりびっくりする。で、その時のボトっていうのがね、ものすごい響き渡るんですね、この中。だから、断熱材を貼ることによって、ボトはするけれど、ボトーンみたいなこう響くあれは、この部分がなくなるんですよ。ボトって終わる。濁った感じになるぐらいかな。多分そのぐらいにはなると思うんですね。だから、断続的にそうやってね、落ちてくる音とかっていうのはものすごい不快感というか、驚きになるんでね、それが軽減するだけでも随分違うかなっていうふうに僕は思ってます。なので、いい機械だからよっぽどね、こういう機械でもないと、天井の内張り外して、でもね、これだけのものを全部覆ってる1枚もののフィエルトをこう外すって結構大変だと思います。やったことないけど。動画見てる限りは大変。で、だいたい2人がかりぐらいでやってますよね。だからそれをね、ちょっと一人でやってみようと思いますので、途中過程をこう取りながらね、こんな風にやれば、断熱処理できますよっていうのをお伝えできればなと思っています。で、合わせて床とこの横の方の断熱、これもね、ご紹介したいなと思います。はい。ということで、断熱処理開始したいと思います。はい。それでは作業に取り掛かっていこうと思いますが、まず、内張りを外す前にですね、その上からくっついているパーツを外さなきゃなんないんですよ。で、まずこの助手席側のアシストグリップ、それから、あれですね、この、ルーフラック、これも取らなきゃダメですね。ルーフラックごとあれか。このバイザーは僕の場合取れるんだな。ルーフラックのないお車の場合は、多分これが直についてるんじゃないかな。だから、バイザーを外すっていう手間があるかもしれない。まあ、どっちが手間かわかんないですけどね。ルーフラック外す方が大変かなわかんないな。それと、ミラーも取らなきゃダメか。取るためには、ルームランプも開けて、外さないとダメなんだろうね。あと僕の場合このカーテンつけてるからカーテンレールを外して、リアのルーフラック。これを外して初めて内張りが外すようになるのかな。よいしょ。あ、結構簡単に回るね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。取れた。取れました。で、こういったパーツでね、ネジをなくしちゃったりすると非常に厄介。紛失しないのが一番なので、必ずこういったものは外したらネジならネジ穴にこうやって入れた状態で、よいしょ。こういったマスキングテープ。うち今マスキングがないから養生テープのこのちっちゃいのでやるんですけど、これでね、取り付けた状態でこう貼っつけておく。こうやっておけばね、なくさないので、必ず、特にこのね、ネジ、ナットの類、ワッシャー、もう紛失しやすいので、こんな感じでやっておくといいと思います。それで、外したパーツはですね、こういったトートバッグ、ここの中にね、全部入れちゃっておきます。後で探さなくていいようにね。はい、じゃあ、バンバン外していくか、次は。はい。それで今度はルームランプを外さなきゃいけないんで、まずこの透明のカバーをね、外すんですけど、ちょうどね、この位置に差し込めるような穴があるんですよ。だからここに樹脂をこう挟んで、やるとこうやって浮くんでね。浮いたの分かります？その後こう取れば、飛んだ。簡単に外せます。あとこれをネジプラスドライバーで外して、ルームミラーを取って、それでスポリ抜けるのかな？やってみないとちょっとわかんないですけど、マイナスのね、ドライバーとかでも代用してできますけど、僕一回ね、天井のこのカーテンレールやるときマイナスドライバーでやったんですけどね、やっぱこういう樹脂のところって、
傷つきやすいのが一つと、もう一つは、差し込んでね、こう、樹脂に金属とかでザッと滑ったりするんですよね。それでね、指先に当たってね、ブスってこう、刺しちゃったっていうのがあるんで、ちょっとそれはね、危ないんで、慣れてる人はそれでいいけれども、まあ、ちゃんとオートバックスとか行くとね、こういうの外す、樹脂のやつが300円台で、3本か4本セットになってね、3、400円で売ってますよ。それを使った方がいいです。で、樹脂同士だけど、やっぱり、ガタガタになったところもあるくらいなんでね、金属は使わない方がいいとは思いますよ。ああ、しゃかったかった。結構硬いな。緩んでいるんだ。反対側。よいしょ、動いた。お、取れた。取れます。取れますよ。取れましたけど、コンセント、ソケットを抜かないと。よいしょ、よいしょ、抜けた。最後ね、ここに電球用のソケット。これ、見えますか？はい、このソケットが、ミラーのね、ここに刺さってるんですよ。だからネジを外した後に、このソケットを手で引っ張って抜く。そうすると、ミラー取れます。このルーフラック、オーバーヘッドシェルフ、これの、ビスを取るところで、2箇所大変なところがあります。そのうちの一つがこのフロントのところについてる、この四角いビス。で、一度外しちゃうとね、こういうやつっていうのは、取れやすくなるんだけれども、初回は本当に取れないと思います。一番苦労しました。2箇所。ここと、それから助手席側も同じ場所にあります。で、今、右側に穴が開いてるところ、ここは普通のね、ネジ式のグロメットなので、これはね、簡単に、こういう工具を使ってぐっとこう押し上げて、突っ込んで押し上げると取れるということなんですけどね。こっち側のね、四角いやつ、これね、取ってみて初めてわかるんですけど、こちら側と、それからこちら側、2箇所に爪が出て引っかかるようになってるんですよ。だからね、こういう樹脂の工具が入るのは入るんだけど、その爪をね、押し込まないと抜けない構造になってます。非常に難しい。で、そもそも、そういう爪が多分あるんだろうなっていうのは想像つくんだけど、それがここにあるのか、こっち側なのかってわかんないですよね。だから、取ってみて初めて分かったんですけど、このエブリの場合は、こことこっち側でした。こっち側に爪はなかった。ってことはね、こう入れた時に、いろいろやってるうちに偶然取れたんだけど、このやつをこう入れた時にちょうど爪を押したんでしょうね。押したからスコッとこっちが浮いて、片っぽが浮けばこっちも抜けるのでという形です。だから、この方向、もしくはこっちの方向から、この角から入れて、片側のこの足の部分がちょうど爪に当たるような感じでね、取ってあげると取れるようになるのかなと思います。今ちょっとそれをね、やってみますね。これさっき一回外してるからもうだいぶ簡単に取れるようになりましたけどね。こうやって、簡単に取れちゃった。簡単に取れちゃった。このぐらいまでは浮くんですよ。それでね、爪が引っかかって取れない。だからここで、この方向で入れて爪をグッと入れて、こうやると、浮いてきてバチンとこう。で、あとは取れます。ちょうど、こっちに爪が引っかかる。もしかしたらメーカーさんで組み立てるとき、向きが逆でこっちとこっちっていうのもあり得るかもしれないんで、そこはちょっとわからない。ただね、その爪ってどんな感じかというと、こんな感じですよ。ね、片側ずつ。で、今これ取ったから、もう、なんつうの、ちょっとここが、ね、劣化してるというか、無理くり取ったんで、まあ一度取ったら多分取ることはないとは思うんだけれども、こういう構造ですよ。爪が引っかかるね。だからこの爪の部分をぐっとこう押してあげて、やるとスポンと抜けると。そういう形ですね。
はい。で、あともう一箇所取りにくかったのが、ここですね。ここもね、なかなか取りにくいところで、隙間はこういろいろあるから、こうヘラとか入るんだけど、どうもね、それじゃうまく取れない。で、開けてみて分かったんですけど、爪がこの上の部分で、センターに一つ、両サイドに一個ずつと、3箇所でパチンとここで止まるようになってて、ここが、なんだ、蝶つがいっていうか、なんかそんな形でこう、ベランと開く、つなぎの部分になってるんですね。で、いろんなとこ突っ込んでみたんですけど、なかなか開かなくて、で、一番入りやすかったのはこの辺で、ちょっとこれ強めにこうグッと入れるとね、こういうふうに隙間が開くんですよ。こういう状態になる。そしたらここでね、これをねじる。ほら、こういう形でやると開く。一瞬芸ですけどね。これでね、止まってるんですよ。だからこの樹脂の蓋をこの辺で突っ込んでグッとやることによって、これがこう、なんていうの？こういう感じに曲がるんですよね。曲がるとこの爪が外れて抜けるって形だから、この辺から、この横からね、やるっていうのが一番いいと思います。ここね、こここういう風に段差になってるでしょ？だからここのところに最初グッと入れて、もっと奥まで行くとさっきみたいに膨らむんで、そしたら、こっち方向へこうねじる格好。そうするとこの蓋が湾曲するので、こいつがここからポコッと外れて、さっきみたいに勢いよく一気にドンと取れるという感じですね。はい。で、はめるときは簡単。このままパチンとやればいいので、ここがね、一番ちょっと、最初の難所かな。こことさっきの四角いグロメット。あれが一番大変かもしれないです。ね。はい。それでは、ここはね、10ミリのラチェットで、ない場合はメガネでもいいです。ちょっと大変だけど。10ミリのラチェットで回してボルトを抜いていきます。もうここからは手で回せるので。はい、よいしょ。本当にあれだね。こういう時2人いて1人がカメラでとかやってくれると楽だよね。1人で片手でカメラ持ってとかさ、車の中ってこう三脚がうまい具合に立てらんないんで、大変だよな。だけど、まあ、趣味でやってることだからしゃあないな。贅沢は言えないよね。はい、呪縛。よっしょ。はい、取れた。反対側も、やります。よいしょ。これ多分ね、カメラ持ってなかったらもっと早いですよ。カメラ持ちながらやってるんで、動画撮ったりしなければ簡単に撮れるとは思います。ちょっと一旦カメラ止めますね。撮りますね。あとちょっとだ。撮れた。はい。で、同じようにちょっと反対側も撮りますね。はい、反対側、ラチェットで緩めました。あとちょっとで撮れると思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、撮れた。よいしょ。よいしょ、はい、撮れた。これでね、撮れるはずです。待ってくださいね。はい、じゃあ、一気に落ちちゃいました。外そうと思ったら一気に落ちましたね。はい。これで一応全部ルーフラックは取れました。はい、続いてですね、このルーフラックオプションで付けてるやつ、これを外していきたいと思います。ボルトでですね、1、2、3、4箇所かな。ここのステーのところのボルトで4箇所閉じてあるだけなので、これは簡単に取れるかな。ただね、鉄だから重いと思います。はい、ここもね、先ほどと同じ10ミリなので、そのままラチェットが使えます。よいしょ。よいしょ。はい、ルーフラックを取り終えたので、今度はリアのこのライト、これを前と同じように外します。あれ？これどうやって外すんだろう。隙間がない。隙間がない。あ、取れた。簡単に取れた。で、どうなったんだ。ここか。こ
こにはまってるだけみたいだな。これだ。よいしょ。はい。で、ソケットを抜きます。よいしょ。はい。取れた。はい。これでオプションは全部外しました。あとは、なんだろう。何箇所ぐらいあるのかな ?10 箇所ぐらいあるかな。このグロメット。これを片っ端から外していくと、内張りがスポッと取れるはずです。なので、その作業をやっていきたいと思います。はい。これで内張りの方全部取り終えました。で、取り終えた内張りはですね、こんな感じで、今外の方に置いてます。外す時なんですけど、多分同じ生産ラインで作ってるからみんな同じだと思うんですけどね、ビスを全部取ったらカパッと落ちてくるかなと思ったらそうじゃなくて、もちろんこういうところに、しっかり内側にはまってるんでね、それをこう浮かせて取る格好になるんですけど、それをやっても落ちてこない。その理由はね、ここに今見えると思うんですけど、向かってね、正面に向かって、左側、こっち側に電源系のコードが通っています。それから右側の方には、これウィンドウ射液、後ろの窓に送るための、ホースだと思うんですが、これが、通ってます。で、それぞれの、このコードとホースが、内張りの中に、養生テープみたいな感じのでね、20センチ間隔ぐらいでしっかり固定されてるんですよ。だから、それがね、こう、吊り上げる役割をしてるんで、引っ張っても落ちてこないです。なので、助手席や運転席のドアとかスライドドアを開けてね、一つ一つそのテープをまず、内張りから剥がして、コードと、内張りを分離する。ホースと内張りを分離する。そうする作業が一つありますね。これを外してみなかったら分かんなかったかな。で、テープの位置がね、変わっちゃうと分かんなくなっちゃうんで、全部剥がさないで、片側だけ外してホースなりコードなりを抜いて、テープはそのまま内張りに、くっつけた状態で置いとくと復元するときに楽だと思います。で、そこまで全部取れたら引き出すという格好ですね。はい。それで、この後にやることは、鉄板の上にですね、いよいよ断熱材を貼っていくわけなんですけれども、今回僕が使用するのは、どれがいいんだかちょっとわかんないんでね、Amazon の広告っていうか、商品の説明のところを見てね、どれも似たり寄ったりなんだけど、これでいいかなと。で、あと皆さんが利用しているような価格帯のものとほぼほぼ同じものをね、利用しました。ZS パワーテックってここに書いてありますけど、いくらだっけな ?1 本3400円だか500円くらい。で、こういう箱に1本で、今回ね、一応足りないとこもあるんで、念のために4本買いました。ただね、多分3本あれば十分なはず。4本はいらないと思います。エブリの場合に。で、中はどんな感じかっていうと、この、銀マットを丸めたような、こんな格好になっています。で、これ、厚みがね、5ミリ、7ミリ、10ミリとかいろいろあるんですよ。でね、多分10ミリでいけると思うんですね。ハイエースなんか皆さん10ミリ使ってますよ。で、この、途中に、ステイがあって、天井支えているこの枠がありますよね。これがだから、これ以内であれば問題ないと思うんですね。これを超えるような厚さになると、多分、内張り取り付けようとしてもね、取り付かないと思います。なので、この範囲内と。で、そこのサイズ感がちょっとわかんないので、多分10ミリでもいけたと思うんだけれども、僕はね、ちょっと安全見て7ミリにしました。うん。
貼り方もね、人によって、このステイの部分を覆うように貼る人と、ステイの部分を逃がして貼ってる人といます。で、僕はね、理想は確かにステイの部分も覆っちゃった方がいいんだろうけれど、それやってもし、せっかく貼ったのに内張りがね、取り付けられないっていうと、何もなんないので、一応ですね、後ろはこの、なんていうの、ステイとかこういう出っ張りのあるところ、このギリギリのところから、このステイまで、ここまでの距離、これをそれぞれ測りました。で、幅はね、全部バラバラです。一番狭いここはね、確かね、28.5 だったかな。うん。で、ここが54.5とかなんかそんなような感じです。ここもそうですね。微妙にみんなね、1センチぐらいずつ、ここと後ろなんかも違うんです。で、前に至ってはですね、多分正面のこう丸まってるところまで入れるとね、80センチぐらいどうもありそう。なんですが、このロールね、大体どこのメーカーもそうなんですけど、1本幅が1メーター100センチ。広げると長さが、ね、140なんですよ。で、エブリのハイルーフの場合はですね、この端の中につけてベターっと貼って、ここまでで140ちょっとありますね。だから、この幅にさえ切ってしまえば、綺麗に貼れます。ハイルーフじゃない車だった場合は、多分余っちゃうと思うので、そこもカットしなきゃいけないと思うんですね。ハイルーフは普通の車より10センチ屋根が上がってますので、まあ、両方で20センチぐらい短くなるのかな。120センチぐらいになるのかもしれない。で、昨日のうちにですね、お家でもう切ってきてます。それぞれのサイズ。これが今一番ちっちゃいここですね。ここ用に切ったやつ。で、これが一番前の部分なんですけど、前の部分はね、この3本取った余り2つ。これでね、65センチになるかな。そうするとね、ちょうど前の R の部分のところが足りない状態で貼れますから、2本でまず一番後ろから、そこの R の始まるところまではカバーできます。あとは、その R の部分のところだけ、長さをちょっと測って、追加で付け足して貼るという格好になるので、R の手前まではぴったり2本で無駄なく使えます。前の R の部分だけね、この3本目のやつを使うかな。で、余っちゃう感じ。だから、3本買っとけば十分ですね。エブリの場合は。これらを今から貼っていきたいと。これは、おやつ。食べながらやります。ぼちぼち始めていきましょうかね。ひたすら貼るだけの作業になると思うんですけど、で、これについてきてたんですけど、軍手が一組と、それから、アルミテープ、幅の広い幅、このくらいの幅のアルミテープが、折りたたんで入ってありました。多分、そのアルミテープは、これと、これを貼った後の、そのステイの部分、そこにこうね、ベターっと貼ってって、補強するものだと思うのでね、まあまあ、このステイのところは断熱材貼らなくてもいいんじゃないかな。うん。で、これ余談ですけども、床の方のアクリル繊維かなのやつなんですけど、それをね、ここに使えないかなと思って考えたんですけど、厚みがね、結構このくらいあるんですよ。もちろん綿みたいに柔らかいから足薬はこうなりますけど、多分ね、止めてるビスではね、その力支えきれないんで、この上に貼ってしまうと、断熱効果は得られるけど、内張りが多分貼れないと思います。なので、天井の、断熱は内張りのことも考えて、この手を使われることをお勧めします。で、これはね、天井の断熱用のものじゃないんですね、もともと。何かっていうと、トラックとかね、それから普通の乗用車の、エンジンルームの蓋開けたところの内側に貼る、エンジンの、温度の遮熱に使うものです。それがね、もともとの、この商品の用途なんですけど、断熱材として使えると。あとは、Amazon とかで買うときにちょっと注意していただきたいんですけど、同じ体裁の写真が載ってるんですけど、必ず断熱材と書いてある。断熱効果について書かれているものを買ってください。ものによってはね、断熱っていうのは全然書いてなくて、要は消音、音をね、消す
目的のものも同じように表示されてきますので、見た目の体裁は全く一緒なのでね、音を消すのが目的であるっていうんだったらそれでもいいんですけど、断熱、遮熱っていうのを目的とするのであれば、必ずそういう表示のあるものを買ってください。両方が表示されていればそれはそれでいいですよ。ただ、あんまりね、これでその消音とか吸音っていうのは、そんなに期待できないと思う。貼るから、鉄板にこう物が落ちてビーンって響く、その響く部分はなくなると思うけれども、どの程度音が小さくなるかっていうのはちょっと微妙。だから人によってはこれを貼る前に、消音用のね、こんなパッドをいっぱい、エブリなんかだとね、20枚ぐらいこれでも必要になるのかな。ベタベタベタとこう貼ってる方いらっしゃるんでね。やっぱり音をそこまで消したいという方は、先にそれを貼ってから、これを貼るという形を取った方がいいとは思います。これのお値段に比べてね、その消音、吸音のパッドはね、もっと高いですよ。20万ぐらい買うとやっぱり、あれかな、2万円近くなってたかな。結構いい値段。僕はね、今回そこは省きます。そんなに消音っていうのにはこだわってないので、あくまで結露とか、遮熱防止に少しでも役立てばという形で、今回はこの断熱材だけにします。あとそうだ、一つ忘れてました。これね、カットするときはね、ハサミで容易に切れますから、マジックかなんかでこう定規でね、できれば1メートルぐらいの長い、定規かなんかがあると便利だと思いますが、それで線を引いて、ハサミで切っていくと。で、ハサミなんですけど、特殊なものを入れなくて、工作用のでも別にいいんですけど、ただね、刃渡りがやっぱりこのくらいあるやつ。このくらいないとね、ちょっと、ちっちゃいやつだと、こう、ちょこ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 やっていかなきゃならないので、非常に大変なんで、140センチ分切りますからね。やっぱりこのくらいの大きさの、文房具屋で売ってるようなサイズですけどね。一番この長いやつ。これをね、使って切った方がいいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでですね、一応全部貼り終えました。貼るの自体、シート自体は、30分ぐらいかな。ちゃんとカットしてあれば。で、前の部分が、測りながらやるんでね、40分ぐらいかな。で、最後に、この、あれですね、フレームのところに、アルミテープ、付属のアルミテープを貼って目隠しをして、両方のシートとシートにまたがるような格好でね、貼って、一応完成ということです。
床はですね、アクリル繊維でできてる、アクリアマットっていうね、こういうのが、カインズなんかで売ってます。で、バラ売りしてれば、バラで買った方がいいです。1枚4、500円で。床だけだったら3枚あれば足りるかな。それと、この横ね、僕はここと、ここ、それからここ、外すのが容易なんで、ここの中に、埋め込んでます。で、スライドドアとかも本当はやりたいんだけど、やっぱり外すのはね、すごい難しいので、もうドア系は諦めました。で、今までね、結露でドアの樹脂の部分が結露したってことはないんでね、マイナスになってもそれはなかったんで、大丈夫かなと思っています。で、床ですね。あとは、敷き詰めれば終わりなんですけど、車のサイズに合わせてですね、こうやって切ってやりました。これ一番前の部分なんですけど、で、これね、普通はこうやって、パックして閉じてあるんだけど、ハサミで切ると、この一番端の部分、それからね、これ、ほら、一番端っこの部分がね、塞がってないんですよ。で、これ綿みたいだけど、アクリル繊維なんですね。で、このまんまにしてるとね、結構粉塵とは言わないけれど、細かい粉っていうか、出て、車内でね、舞ってしまうんでね。で、吸い込んでいいものではないので、必ずこの、ね、僕はこれ養生テープ使ってますけど、切り口のところに抜き出しになってるところは全部ね、養生テープでこれ止めてます。必ずこれやってください。それと、そうした作業をするときは、必ずね、マスクをする。結構ね、細かい粉っていうか、繊維のあれが、舞ってるんでね、吸い込まないように。それと、手袋をした方がいいです。グラスウールだとね、ガラス繊維だとチクチク刺さったりして、で刺さっちゃうと抜けないんですよ。で、これはね、アクリルだから多分それはないとは思うけど、一応用心のために、軍手よりは革手の方がいいと思うな。使いやすくこう馴染んだやつね。新品のやつは硬いからちょっと作業しにくいとは思うんですけど、馴染んだ革手。僕はね、それやるときは、馴染んだ革手がたまたまなかったので、焚き火用の手袋が結構柔らかくクタクタになっているので、それを使ってやりました。今ちょっとこれをね、敷き詰めますけども、今回結露の原因になった場所、それちょっと、お見せしますね。はい、ここです、ここ。ね、板がこう入って床になるんだけれども、ここのわずかな部分、この部分を、バンドックの銀マットがこう来て、こういう風になってるんですね。ここはね、芳香剤とか入れて終わりにしてました。で、ここが結局冷気の塊になって、上の板が冷やされて、この部分だけですよ、本当に。びしょびしょになってるのは。こっちは全然濡れてなかった。なので、今回ここにグラスウールを、入れたと。もうそれで結露は起こらなくなりました。で、どんな風に入れたかというと、こんな形に切ってですね、これ透明の養生テープですけど、塞いであります。でこれで、こっちの面が、室内に向くようにとかこう書いてありますから、それに従ってやればいいと思います。こんな感じで、あんまりね、押し込まないようにして、綿のようなふわふわの感じを残した状態にしておきますね。これで終わりです。が、せっかくここまでやって、いっぱい買って余ってるのでね、ここにも、はい、こんな感じで、何もなければあれなんですけど、ここは前に言ったようにバッテリーをね、チェックする関係で、ここ見られないとまずいので、ここのところはこういう風に分割して開くようにしています。で、この上に、いつも通りのバンドクの銀マットを敷いて、床板を乗せて完了と。これが床です。
これね、これがぼっちでポチンってピンで押すと中で足がバッと開いて抜けなくなるという、そういうやつですね。はい、ここの外し方ですね。こういう千枚通しみたいな、尖ったものをね、ここにこういう形でちょっと押し込んでやると飛び出てきます。こっちもこれ、はい。そしたらね、簡単にこうやって抜けますから。それでこれをね、これをよいしょ、こうやって外すと、はい、こういう風にね、中にも入れてあります。ドアの分、後ろの分も含めて、2枚、床で3枚、5枚あれば多分足りるんじゃないかな。バラ売りしてればその方が安いかもしれないです。はい。ということで、あとはいつも通りここを復元して、いつものエブリちゃんになるということですね。はい。というわけで、エブリの断熱処理、これで一応完了です。一個一個のね、作業が難しいのってそんなないんだけれども、重量物があるわけじゃないし、ただですね、やっぱりこの内張りだって車の大きさの分だけあるわけですよ。いくら軽いと言ってもね、やっぱり大掛かりなものになると一人じゃ結構シビアかな。だから動画の撮影はしないにしても、とりあえず一緒に支えてくれる奥さんでも、彼女でもいいですよ。要は非力な人でもいいから、できれば2人でやった方がいいですね、効率もいい。でどうしても1人じゃなきゃっていう時はね、結構大変ですよ。大変だけれどやってやれないことはないです。で外すよりもはめる方が結構大変かな、内張りはっていうふうに思いました。元通りネジ穴にぴったりくるようにね、はめていくのになかなか片側はめればもう片側がはまりにくくなるとかね、そんなのがあって、これ相手がフェルトだから良かったけれど、そうじゃないと本当大変だと思うんですよ。なので、なるべく、お二人でやった方がいいです。それからね、忘れてた、僕今日ずっと素手でやってるでしょ。軍手かなんかやってた方がいいですよ、絶対。軍手をはめてやる、軍手もしくは革手でもいいです。はめてやってください。素手で僕今日ずっとやってたけど、悪い見本だと思った方がいいですよ。で特にピラーのところにずっと貼ったテープ、アルミのテープはね、ほんと角度がうまいタイミングであってやるとね、スッと切れるとね、指スパッと切れますからね、そこ気をつけないと。そういうのを気をつけながら僕はやったんだけれども、何かの拍子でスッてやったら切っちゃってたかもしれないんでね、本当に、素手じゃなくて軍手、あとねマスクをね、コロナじゃなくてもマスクはした方がいいです。はい、ということで、今回は終わりにしたいと思います。慣れてる方とかプロの方は本当に上手にね、よくやると思うんですよ。他の皆さんの動画見られてもね、そういうのがあると思うんで、是非参考にしていただければいいかなと。で僕の方はね、初めてやったんですけど、素人が一人でやるとこんな感じだよっていう例として使ってみればいいんじゃないかな、見ていただければ、そういう意味での参考にはなるかなと思います。はい、ということで、マスクがどんどんずれてきちゃう。そうね、とりあえずこれで終わって元通りになるんだよね。朝からやったら多分夜までかかるでしょうね。丸1日作業になるかな。2人でやればそこまでいかないかもしれないです。感想はですね、達成感というよりはね、二度とやりたくないっていうのが本音です。はい、ということで、終わりたいと思います。また次の動画でお会いしたいと思います。長い間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。それではまた、じゃあのー。